はい、こんにちは、吉田です。やっとというか、OM デジタルソリューションズさんですね。EP7 出ましたね。やっとですよ。こういうの出してほしかったですよね。本当にもっとこういうの出してくんないですかっていうところで、オリンパス時代はね、OM デジタルソリューションズさんは、基本的にもともとオリンパスの中でやってたカメラ映像関係とか IC レコーダーとかを作ってたところが、独立分社化された会社さんですけど、その独立後初の製品ってなるのがペン。いや、素晴らしいですね。あのもうなんというかですね、結構この間までは、OMD シリーズ、一眼レフの形を模した、ビューファインダーが、レンズの真上にあるタイプのやつをずっと作り続けてたわけですけども、別にそれが悪いわけではないんですが、その小さいセンサーであることを使って、より望遠側に振った、使い方をしてるカメラを作り続けてたわけですけれども、いやもっとね、そうライトなやつ、ペンっていうところで世界観を一つ作ってたんだから、それもっとやればいいのにっていうのをすごく思ってたわけですよ。でそれは去年も、動画にしたと思うんですけど、今年の1月から、分社化されて OM デジタルソリューションズっていう形でお仕事を始められて、で最初の製品発表が今回のオリンパスペン EP7 と、もちろんほんの半年ぐらいでカメラ一つ作れるわけがないんで、企画と商品開発自体はもっと早い段階から当然やってたわけで、だから分社化前から企画はあったわけですよね。分社化前から企画はあったけれども、ここに来てそれが、お披露目されるということで、いやー、なんというか、だから、中の作ってる人たちはもっとそういうの出そうよっていうのはあったのかもしれないですね。うん、ある中で、ただそれでも一眼レフタイプ、っていうような、使われ方としてよりハードな使われ方を想定するっていうような方向性の機材の方が優先順位が上げられてたんでしょう。ただ前にも動画でお話ししましたけど、そういう方向性ってニコンキャノンがいるんですよね。ニコンキャノンがいる中で同じことやってもしょうがなかろうっていうのはあるはずなんですよね。で実際オリンパスのカメラに優位性がなかったわけでもないし、ユーザーがいないわけでもないんですけど、っていうところですよね。だからそのっていうところを、突っ込めるカメラ製品って何だったんだっていう話をすると、やっぱりオリンパスにあったもの、結局もともとオリンパスっていう、カメラメーカーがやってたことって何かっていうと、小型軽量路線だったわけですよね。その大きい機材重い機材っていうのはそれだけでストレス、持ち運べなければ意味がないっていうところがもともとあったわけで、その結果のある意味では OM シリーズだったわけで、でその路線を、もちろん OMD だってその路線で行ってたわけですけど、それで望遠鏡がより身近になったわけですけど、だけど振り切れないん
ですよね。振り切れてないなっていう印象は正直言うと持ってましたと。で、やっぱり小型のスナップ機っていうところで、やっぱりペンを見てるっていう方が印象として個人的にも強かったので、そういう方向でなんか頑張ったらいいのになと思ってたのが、まあ、ここへ来て、出てきたという感じで、すごい良かったなって個人的には思ってます。はい。まあ、オリンパス時代からまあ企画はあったんでしょう。EP5 がなくなって結構経ちましたよね。まあ、6を飛ばして7に今回なってますけど、うん。途中、ペンにもファインダーがついたりとか、ちょっと迷走した感がね、ありましたけど、ペン F っていうペンシリーズの中でも、まあ、フィルム時代のペンの、まあ、一眼レフカメラですね。レンズ交換式のカメラの名前を引っ張ってきたペン F もありましたけど、まあ、正直言うと OMD じゃなくてペンを使う理由ってなんだっていう感じにもなってたし、そういう中で今回、ペンが EP7 で復活した新機種、新しいモデルが出たのはすごいいいことじゃないかなって個人的には思います。あとはあれですね、レンズですね。オリンパスさんにパンケーキっぽいレンズってあんまないような気がして、キットレンズの1440には結構薄型であれいい感じではあるんですけど、まあ、ズームじゃなくて単焦点のなんかスピード感欲しいですよね。なんかそれがあったらもっと良くなるなっていう感じがしました。うん。はい。だけど、なんていうか、今後そういう方向性もなんか出てくるでしょう、逆に。多分分社化と独立がきっかけになってこの方向性が、まあ社内的にというか、まあ、OK になったっていうところであれば、ある部分、これが、よりいい方向になんか出てきてくれることを願うばかりですね。なんというかね、なんか重厚長大な、いかついカメラはそんなになくていいわけですよ。こう言っちゃうとあれだけど。だからその観点で、富士フイルムが割とそのね、割とダイヤルベースの UI を使って、なんというか、ちょっとおしゃれめだし、それでもちゃんと撮れるしっていうようなところを、まあ狙ってる。そこの、その中でも結局、XE シリーズとかが、そういうちょっとライトめな使い方を、サポートしてる感じなので、ある意味そういうところが、富士だけじゃなく出てきたっていうところでもあると思うんで、なんかこういうね、なんか写真を楽しめるとかカメラを持ち運ぶ気になる、動きが今後より活発になるといいなと思います。はい。今だとね、ニコンの APS-C シリーズで APS カメラでなんかレトロ調のやつが出るんじゃないかみたいな話も出てたりしますけど、それはちょっと別の動画でお話ししたいなと思うんですけど、そういうところでですね、なんというかすごく機能的に気をてらってる必要はないんですよね。本当に普通の写真が普通に撮れるっていうところでちゃんと使えてられる、使い続けられる道具っていうのがこれから本当に貴重になるんじゃないかなっていう気がします。というわけでですね、なんかすごく、このカメラ出てきてくれて本当に良かったなと思ってます。なんというか一安心です。なんか、別に他のがダメだったわけじゃないんですよ。オリンパスのカメラで他のがダメだったわけじゃないんだけど、なんかもう一声というか、なんか、振り切れてないというか、オリンパスらしさっていう部分を追求するとまた別の切り口ってあるんじゃないのかなっていうふうに思っちゃってたので、このカメラが出てきたのは本当に個人的に喜ばしいなと思ってます。はい。というわけでですね、EP7 ちょっと、個人的にね、小さいカメラ欲しいのは欲しいんですけど、
マイクロフォーサーズはちょっとセンサーサイズ小さいかな。ダメじゃないんですけどねっていうところがあって、個人的にちょっと使うかどうかは、わかんないんですけど、でも本当に結構取っかかりやすいカメラ、ボディ単体で10万円ぐらいでしたっけ、なんか予告されてる価格で。今時のカメラの入り口として、いい価格帯だと思います。それより安いものを求める人は、カメラ諦めたらっていうか、カメラを持つことに対してのある種のハードルとしての10万円台っていうのはあっていい気がするので、なんか逆にいい値付けだし、いいレンジだと思います。なんかこの後安い EPL シリーズとかが、もっと出てきてくれるとかいうことを望むというよりかは、これぐらいのところを維持して、なんというか写真を楽しむ方向でなんか考えられるようなカメラを作り続けていただけるといいのかなと個人的には思いますね。その写真を楽しむっていうことの延長上にその望遠も使うような撮影があるっていうこともありえますし、っていうような、なんというかその結局ね、拡張していく先だけあってもしょうがないですからね、その入り口が何かっていう話っていうところですよね。その入り口として素晴らしいカメラなんじゃないかなと思いました。ようやくあれですよ、これで普通の人がカメラ買う時におすすめできる機種が、また出てきたっていう、そんな感じがねしますね。はい。というわけで EP7 には頑張っていただきたいなと。で EP7 の続きにも新しいレンズとか、次のボディとか、次のボディっていうよりレンズと、もしかしたら環境セッティングな気もしますけどね。どういう風にやっていくかな。なんか単焦点レンズが充実するとすごいいいんだろうなって気がしますが、マイクロフォーサーズに関して言えばオリンパスとルミックスのレンズ、ライカのレンズもあるし、そういうところで使っていくっていうことになるんでしょうねと思いました。はい。というわけでですね、今日はこんな感じで EP7 頑張ってほしいっていうお話でした。もっとね、実際発売されて、もし使う機会あったらちょっと使ってみたい気もしますね。というわけで今日はこんなところで失礼します。はい、ありがとうございました。失礼します。